念願のトランポベース車を購入したのでトランポにするべく加工していきます。セカンドシート左側は1席分の跳ね上げ式。スパーダの良いところその1、サードシートが床下に収納されます。なので取り外さなくても良いため普段はファミリーカー、トランポにするときはセカンドシート片側を外すだけでバイクを乗せられます。このようにフラットになります。セカンドシート右側は2席分の跳ね上げになります。材料は 13mm 厚のコンパネ3枚、購入時に2枚は横幅に合わせてカットしてもらってます。CF 材の接着剤と端を補強するための L 字アルミ材。そして CF 材、クッションフロア、ですが後にもっと良い床材が見つかったためこれは使いませんでした。マットを外していきます。あらかじめ横幅同じ長さにカットしてあるコンパネに重ねて型取りしていきます。コンパネの幅は90組むでカーペットより広いので接合するところを決めていきます。ちょうどマット2枚目と3枚目の継ぎ目あたりが良さそうなのでここまでをコンパネ1枚目で作成します。取り外した1枚目と2枚目のマットをつなぎカットするラインを決めます。2.3 枚目の継ぎ目の少し手前がつなぎやすそうなのでそこに合わせてマットから型取りします。1、2枚目のマットから型取ったラインで不要具を切り取っていきます。曲線が多いのでジグソーでカットしていきます。ジグソーの刃が入らない切り抜き部分はドリルで下穴を開けてから切っていきます。
細かなデコボコなどは棒やすりで修正しておきます。セカンドシートを左右ともに取り外します。シートの足の部分にはカバーがついているので先に取り外しておきます。各シート2本のボルトで止まっているので緩めてシートを取り外します。セカンドシートを取り外したらカットしたコンパネを仮置きしてみます。マットと同じ形では前席のカバーに乗っかり浮き上がるのでその部分をカットしてしまいます。翌日、昨日入れておいたラインでカットしていきます。ジグソーでサクとカット。カットしたパネルをはめてみます。浮き上がりもなく綺麗に収まりました。1枚目カット終わりです。2枚目のパネルの製作に入ります。後部に段差があるのでその手前までの長さで作ります。長さを測っておいて、2枚目のコンパネに先ほど測った長さでラインを入れておきます。2枚目に入れたラインに合わせ1枚目のパネルを乗せて型を取ります。セカンドシートの外側のロック部の開口を計測しラインを入れます。ライン入れた分をカットしていきます。直線部分は丸ノコでカットしていきます。細かなところはジグソーで。直線長いところはまた丸ノコでカット。カット終わったパネルに3枚目のマットを重ね残りの外周を型取りします。曲線なのでジグソーでカット。切断した2枚目のパネルを設置してみます。右側は入りましたが左側が奥まで入らずはまりません。左側のタイヤハウスに当たる部分がカットが足りなかったようで当たっています。ラインを再度引き切り足して修正します。修正終わったパネルを再度はめてみます。修正がうまくいきぴったり収まりました。セカンドシート内側のロック部の開口部を作ります。ラインを入れて、切断。ロック部のカット、修正の終わったパネルをはめてみます。ぴったり収まりました。2枚目もカット終わりです。最後の3枚目の長さを測ります。3枚目はハッチ下端に当たるギリギリまで伸ばしハッチの枠の下部に引っかかるようにします。
3枚目のパネルの作成に入ります。ここはマットもないので段ボールで型を取り切り取りラインを入れていきます。後で修正できるように少し大きめに線を入れています。曲線部分はジグソーで切断。ハッチ下に引っかかる部分はハッチに干渉しない範囲で長く取りたいので45度の角度で切断します。綺麗に斜めに切断できました。残りの部分をジグソーで切断。切断の終わったパネルを設置してみます。大きめで切断したのではまりません。当たっている場所を見て修正していきます。修正後再度はめてみます。少しきつめですがぴったり収まりました。後で修正できるのでとりあえずこれで次のシートの貼り付けに進みます。カットの終わったコンパネにシートを貼り付けていきます。最初は CF 材使う予定でしたが外交用の素材で耐水性のある良い材料が見つかったので変更しました。塩化ビニール系ですので油系の漏れとかにも強そうです。外交用の素材なので表面の強度も強いです。CF 材だと表面強度も強くないので何か引っ掛けるだけでも破けてしまう、油が漏れると溶けてしまう恐れがあったのですがこれを見つけて全部解消されました。シートをコンパネより少し大きめにカットしていきます。パネルの幅に1枚では足りないのでシート2枚継ぎ足します。2枚目も大きめにカット。カットできたらコンパネに接着剤を塗っていきます。もう購入していたので CF 材用の接着剤を使いました。端が剥がれやすいのでしっかり端まで接着剤を塗っていきます。
接着剤塗り終わったらシートを乗せます。乗せても押さえつけないようにして位置を調整します。位置が決まったら中央から外側へ空気を押し出すように押さえつけていきます。残りの部分に2枚目を乗せます。継ぎ目からはみ出た接着剤は乾く前だと濡れた布で拭くと綺麗に取れます。2枚目のシートの余分な部分が多くずれてくるのでカットします。2枚目のパネルに移ります。手順は一緒です。大きめにカットし、接着剤塗って、塗り終わったら、シート貼り付けていきます。2枚目のパネルの2枚目のシートは1枚目の余りでいけます。はみ出た接着剤を濡れた布で拭き取っていきます。3枚目のパネルです。同じくカットして、接着剤を塗って、シートを貼ります。余分をカットして、
3枚のパネルのシートの貼り付け終わったら日当たりの良いところに移動させ踏みつけてしっかり押さえます。しっかり端の方まで踏んでおきます。次のも余分を大きめに切り取り、移動させ踏みつけ圧着します。最初に貼り付けたパネルは接着剤が結構乾いてきていたので余分をきれいに切り取っていきます。
切れる刃先だと気持ちよく綺麗に切れていきます。3枚目も同じく。パネルの乗り込み口付近など靴底が引っかかりそうなところにはシートの剥がれ防止に薄いアルミの L 字材を取り付けます。10cm 間隔で穴を開け小さい釘で固定していきます。最初に貼り付けたパネルがある程度接着できてきたので余分なシートを切り取っていきます。他のパネルにも補強を入れていきます。これで加工作業は完了です。完成したパネルを設置していきます。1枚目。ぴったり収まりました。2枚目も同じく。2枚目もバッチリ。最後の3枚目。
ハッチを閉めてみます。少しパネルに当たってますが閉まりました。1枚目と2枚目の継ぎ目のところの2枚目側の下がフロアの高さが違うようで踏むと少し下がります。ここは後で2枚目の下に何かかませて高さ調整しようと思います。パネルの設置完了です。最後にセカンドシート取り付けて動きを確認します。ロックもきちんとかかりました。パネル後部の補強材は外れやすいので小さな木ネジで固定しました。後日、接着剤も乾いたのでバイクを積んでいきます。右側のセカンドシートを外します。ボルト2本を外して、シートを持ち上げると外れます。クランプスタンドを設置して、ラダーを置きます。サードシートの支柱にベルトでラダーを固定。バイク、CB400 スフ、はミラーが当たって入らないので取り外します。エンジンをかけて1速でハンクラッチを使いながら乗せます。ある程度勢いをつけて一気に乗せた方が楽ですが初めてのため慎重になってます。ステップワゴンは低床気味なのでステップなくてもこのまま乗り込めます。ハンクラ使いクランプに乗せます。クランプに乗ったら一安心。無事乗せられました。右側のスペースはこんな感じです。別視点から、今度は下ろしてからまた積んでみます。天井が低いのでクランプからタイヤを抜くのが力が入りにくくやりにくいです。
ラダーがずれてビビってます。補強のスタンド付きのラダーを買ったのですがスタンドは少し浮いた状態に調整しないといけないようです。今回のように突っ張った状態だとずれたりするようです。なんとか下ろせました。スタンド調整して再度乗せます。2回目で慣れてきたのかスムーズに乗せられました。あとはラッシングベルトでバイクを固定します。フロントはハンドルのクランプ部とシートの固定具使い固定。反対側も同じく。後部はサードシートのロック部を使いベルトで固定します。左のセカンドシートを起こすとバイク乗せた状態でも3人乗ることができます。ラダーを外して乗せて積み込み完了です。後部箱や荷物を乗せるスペースも十分あります。完成したスパーダのトランポ仕様、あとは使いながら改良していこうかと思います。